ジャパンギャラリー、主催で、今年2回目ということで、I am here という展覧会、その企画として、アーティストトークということで、開催することになりました。私は今回、司会進行役を仰せつかりました大分市美術館の菅明と申します。よろしくお願いいたします。大変今新型コロナの感染拡大というか大変な時期に皆さんお出かけいただきまして本当にありがとうございます。こういった中でもですね、やはりこういったアーティスト活動とかあるいは展覧会、こういったことは非常に人々の心にとって大切なことだと思います。で、どんな状況にあろうとぜひともこういった形でですね、進めていくということがこれからも大切だと思います。そういった中で今日は、今回出品されている6名のアーティストに、一度に揃って、今日お話を聞く機会を持つことができました。で、この展覧会自体でですね、昨年の6月から7月で、大変反響があったんですけど、ジャパンギャラリーという、このギャラリー、これをウェブ上で、開催するギャラリーということで、武田を起点にしつつも、武田だけじゃなくていろんなところで在住のアーティストを、紹介しながらその活動というものを展開しているわけなんですけども、そのウェブ上だけじゃなくて、実際にこういうやっぱり作品美術ですから、生の作品実際に見て体験するということ、これはもう本当に大切なことだと思います。その機会をこういった遊学館という非常に素晴らしい施設で発表するということができること自体素晴らしいことだと思いますし、またこの空間がですね、建築はもちろんですけど、このギャラリーの空間、あるいは蓄電館といわれるこの展示室ですね、この2つの全くタイプの異なった空間の中で、6人のアーティストがそれぞれ全くその違ったメディア、手法で作品を展示しているわけですけども、皆さんもご覧になられたと思いますけども、私が感じたところでも本当に素晴らしい展示だなというふうに思いますし、また作品が大変それぞれ際立った特色がございます。そういったものをですね、実際に見ていただいた中で、こういったアーティストがどういった気持ちで、あるいはどういった考えでですね、作品制作し発表しているのかといったようなことについて、お聞きをしたいというふうに考えております。で、皆さんのお手元に、この I am here の、チラシボリューム2フォーガという、これ8月28日まで、開催しておりますけれども、そこのメンバー、裏面にですね、メンバーの紹介がございます。で、左側と右側でちょっと若干違う、左側の上3人がですね、昨年発表して、小野さんも展示しましたけど、メンバーとしては3人であったということで、今回、あと2人、加わって5人になった。そして、キム・サジさんというこの右側の下のアーティストですね、このキム・サジさんが、ゲストとして、今回出品をされているということであります。それで、今からですね、お聞きしたいと思うんですが、まず最初に6人のアーティストそれぞれに、簡単な自己紹介、どういったバックグラウンドで、制作しているかといったようなことについて、お聞きをしたいというふうに思います。それではまず最初に、武田に在住の中富はじめさんから3分ぐらいの感じでですね、お話を伺いたいと思います。じゃあ中富さん、お願いします。
姿ままで失礼いたします。中富はじめです。竹工芸を、しております。出身は大阪でですね、生まれも育ちも大阪なんですけれども、大学が東京に行きまして、その後、大学時代に陶芸をしてたんですけど、工芸、日本は本当に工芸大国で本当にいろんな分野があるんですけれども、で卒業して、何しようかな、4年生ぐらいになったらみんな考えますけど、このまま陶芸をするっていうのも、どうかなって考えまして、いろいろ調べててですね、で本当に竹っていうものにたまたま出会って、すごく不思議な、天井にも今竹がありますけど、本当にこういう一本の竹から裂いてひごにしてですね、紐状にしていろんな造形をするんですけど、すごくその手品のような本当に不思議な形が出来上がっていくっていうものを知ってですね、すごく惹かれて、でその当時も、今もそうなんですけど、竹工業、竹細工を学ぶって言った時にですね、大分の別府に公立の竹の職業訓練校があるんですね。学ぶところっていうのが、ほぼもうそこしかない、京都にも伝統工芸大学校っていうのがちょうど、22年、23年前ですけどねぐらい立ち上がって今もあるんですけど、僕の時は本当に別府ぐらいしか選択肢がなかったので、別府の学校に入りました。でもうかれこれ22年ですね、大分県。竹田に来て10年ですね。竹工芸しております。はい、ありがとうございます。大分県に住まれて22年、竹田も10年というようなことですけども、今では、すっかり竹田に、定着して、また素晴らしい活動をされて、いろんなホテルとかですね、そういったコミッションワークなんかでも、知られておりますし、大分、竹田に、中富さんがいらっしゃるということは非常に我々にとっても力強いそういった存在になっております。ありがとうございました。続きまして、同じく竹田在住ですが、前田良二さんにお願いしたいと思います。では前田さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、前田良二と申します。私は出身は愛媛の方で、高校を卒業して、ちょっと専門学校にいて、一回ちょっと普通に大阪の方に就職してたんですが、でその時就職してたのが、土木関係、建築家関係だったんですけど、もともと何かを作り物をしたいということで、そういう道に進んだんですが、勤めたのは3年ほどなんですけど、それで作っているうちに、何ですかね、その公共事業とかそういうふうなのがすごく大事なことだとは思うんですけど、自分の作りたいものって何だろうなって問いかけた時に、無駄なものと表現は悪いんですが、それもすごく大事なことで、なくてもいいけどあったらいいなっていう、そういうものを作りたいなっていう意識も芽生えてきて、それでちょっとそれから大分の方の芸壇の方に入学して、そこで初めて染色っていうものに出会ったんですが、その時にその色の綺麗さとかその当時の先生の影響もすごくあったんですけど、そのことがあって、それからずっと染色の方を続けていくようになりました。であとはちょっと転々と場所をしながら、今は竹田市内ですけど、直入の方ですね、こちらの方ので染め物の制作の方をしています。その場所が、直入の旧下竹田小学校という廃校になったところなんですが、そこが芸壇のサテライトキャンパスとして使用しておりまして、今ちょっと私芸壇の方で非常勤のを務めております。でその関係上、そちらの方で滞在制作という形、それでまた学生たちが来た時にいろいろ学生たちの制作もできる場所として使用しております。
ただちょっと最近はちょっとコロナになかなか使用ができてない状態ではあるんですが、そちらの方でそうですね、もう12、13年ぐらいですかね、そちらの方で染色の方を制作しながら勤めております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。前田さんは、芸壇の竹田九十ですかね、直井ということで、実際そこに滞在しながら学生の指導者としてなおかつご自身の政策をされているというようなことで、やはりもう12、13年ということで、竹田在住で、非常に活躍されている染色家ということになります。それでは今度3人目ですね。竹工芸染色として今度は彫刻の分野の森高也さんにお願いしたいと思います。森さんお願いします。森高也と申します。僕は熊本県の玉名市出身で、大分大学入学と同時に、大分市の大分県の方に移住してきました。で大分大学で総合表現高専というところに入って、芸術全般を学んだんですけど、在学中にグループで作った作品が大分アジア彫刻展というコンクールで、賞に引っかかったのがきっかけで、それから立体の方に、目覚めていって、で大学卒業後もそのまま、主に、彫刻分野の方を中心に、作品作りをしています。で大学卒業後は大分市だけじゃなくて、その後別府に行って6年前から竹田市の方に移住してきて、で今も活動してるんですけど、最近は、今年の春に、木原の方の築100年以上の古民家を改修して、ギャラリーとカフェも新たにオープンさせて、その運営も、やらせていただいてます。よろしくお願いします。はい、森高也さんですね。森さんもですね、本当に大分の若手彫刻家として、本当に大活躍ということで、アジア彫刻展、現代彫刻展の大賞を受賞したい、あるいは行動展の方でも、受賞したいということで、もう本当におなじみの彫刻家ということであります。で、竹田に移って6年目ということで、もうこういった彫刻家が竹田に住むということで、また竹田のですね、アーティストにとっても非常にあるいは街づくりとかそういった点においても、重要な意味があるのではないかというふうに思います。今の、3人がですね、これまで、メンバーとしてやっていらっしゃったんですけど、この後、ちょうど後ろの3人が男性で、前の3人が女性ということで女性に移っていきます。バランスがいいですね。大体ね、どうしてもね、ジェンダーという意味で、日本は遅れててですね、私なんかもその展覧会したら女性が少なかったりしてよく叱られるんですけども、女性は本当に今大活躍しておりまして、そういったことで今回、3人活躍して入っておりますが、新しくメンバーになられた、小野めぐみさんからいきたいと思います。じゃあ、小野さんお願いします。小野めぐみと申します。よろしくお願いします。私は、大分県大分市生まれで、ずっと大分で育ってきました。その後、福岡の服飾の専門学校に行くんですが、そこで服作りを学んだものの、既製服っていうものにあまり興味を持てなくて、在学中から衣装などそういう装飾的なものを中心に制作をしていて、卒業してからは、ファッション塾の方に通うんですが、その中でものづくりの自分が何を
作りたいかっていうことを真剣に考えていった時に、なんか衣装じゃなくてもいいんじゃないかっていう気持ちが出てきて、その頃からこう記憶だったり、感情だったり、形のないものを服で表していたので、なんか衣装でなくてもそれはできるなっていうのはなんとなく心の中にあって、で実際に作った衣装をモデルさんに着てもらい撮影するっていうことを続けてきたんですが、だったらそのモデルさん自体もなんか同じ素材でこう作ることができないかなっていうのをきっかけに布を使った人型の、作品を作るようになります。でその頃に別府市の方に、拠点を移しまして、でそこからどんどん立体の作品を中心に作っていくようになるんですが、でそこで清島アパートという滞在の場所で制作をすることでいろんな作家さんとも出会い、今のようなスタイル、そうですね、インスタレーションという形で布を使った作品を中心に映像だったりを組み合わせて発表していくっていう形を作ってきました。今は千葉県の松戸市の方に住んでいて、実家が大分市なので、ここで行き来したりしながら制作をしています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。大分市出身ということですが、いろんな別府に住んだり、現在は千葉ということで、さまざまな場所で活動しています。で、小野さんは非常にユニークなところは、そもそも服飾を学んでいながら、そこからちょっとこう、はみ出したといいますかね、服飾とはまたちょっと違った、またもっと身体的な、あるいは精神的なものを自分の中で求めて、その中でものづくりを進めていったということで、あります。昨年も発表されたんですけど、非常に今回もユニークな作品ですので、また後でね、作品については、語っていただきたいというふうに思っております。それでは同じく今回また新たにメンバーとなりました、藤原かなさん、お願いしたいと思います。こんにちは。水彩画を描いている藤原かなと申します。私は県内の野良猫ちゃんに月1で会いに行く猫のおけつを追っかけ隊というのに参加しておりまして、自然の中で強く生き抜いている猫ちゃんたちに会いに行くという活動を7年ぐらいですかね、もう7年ぐらいずっと、最近はちょっとコロナで島にフェリーで渡れなかったりして思うようにこの2年ぐらい活動できていないんですけれども、それでもずっと仲間と続けています。自然が好きで自然に敬意を強く抱いていまして、自然と共にあるような人と見てくださる方と自然をつなぐ架け橋になれるような絵を水彩画で描きたいと思って活動を、個展を中心に活動を続けています。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。藤原さんは水彩という分野ですね。県内の野良猫を、追いかけて7年というようなことですが、猫って本当にうちも3匹いて、人との距離が絶妙でですね、本当に可愛いんですけど、また自然とのつながりというか、そういった中でまた猫を通して、そういった関係をまた見ていこうというような活動をされているということですね。
また後で作品を語っていただきたいと思います。そして今回、ゲストでですね参加をしていただきましたキム・サジさんなんですけども、京都在住ということで、写真あるいは映像といったメディアでの発表をされております。ではキムさんお願いします。キムサジと言います。よろしくお願いします。自己紹介でお話しすると、私は、大学時代からちょっとその美術の方向にちょっと関心を持って進み出したんですけど、当時そのデザインやそのこういった写真映像メディアっていうものに関心を持って、制作をしてたんですけど、卒業後すぐぐらいに身体表現の方にちょっと関心を持って、そこの時にちょっとチラシの方に書いてある韓国舞踊の方にちょっと世界に飛び込んだっていうのがあって、でそこからしばらくはその、踊りの世界であったりとか、日々のリサーチみたいなものをしていて、ものを作っていない時期っていうのがあったんですけれど、それの期間を経て、またそのいろんな自分の中のその感性みたいなものを、踊りと、その今お話ししたリサーチの中で獲得してから今のその制作を始めたっていう流れがあります。で主に写真作品、写真ですね、写真を用いてこう作品を制作していて、で出発点としてはその名前がそのキムってなっているので、すぐ分かるとは思うんですけれど、自分のその、在日コリアンの3世っていうその日本におけるマイノリティという立ち位置にいる自分のアイデンティティから出発していて、で、その中マイノリティという立ち位置から見た時の、社会っていうものから見た、その自分自身の見え方であったりとか、あるいはその他者からどう見えてるかっていうものであったりとか、あとその皆さん多分その大分出身の方は大分っていうその故郷っていう大分出身っていう言葉を発せられることに対する、自分にそれがないことっていうことの疑問みたいなものとかから、制作がちょっとスタートしたっていうのがあって、で今回その出展している作品っていうのはそういったテーマももちろん含んでるんですけれども、その武田の方もでもちょっとご縁があって制作してるっていうのがあって、今回このシリーズっていうのを出展させていただきました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということでそれぞれ、6名の方自己紹介をしていただいたんですけども、お気づきだと思うんですけど、それぞれの分野がですね、全く違うということですね。でしかもその分野といってもですね、なんからしい分野でもないんですね。なんかその分野の中から少しはみ出していたり、ちょっと違っていたり、新しいものを求めている。例えば中富さんは、竹工芸ではあるんですけれども、いわゆる竹工芸の製品としてのクオリティ、もちろんそれは非常に高いクオリティありますけども、それだけじゃなくて、それが、例えばホテルの新たなインスタレーション装飾になっていたり、あるいは実験的な、ものがあったりする。で前田さんにしてみても、染色家と言いながらも、空間を非常に意識した作品、新制作の空間デザイン部門、そういったところに出品されているというところから見てもですね、伝統的なその染色家ではないです。だから森さんについては、彫刻家というんですけども、そこにインスタレーション、これなんかですね、いわゆるインスタレーションというその場、その空間における新たな仮説といいますか、そういうものを作っていくという、そういう仕事をしております。
この小野さんも先ほど言いましたその装飾から入ったと言いながら、彫刻的なものもありますし、非常にその表面のテクスチャー、材質感とかそういったものがもう独特なものがあるわけですね。だから藤原さんの場合も水彩ですね、水彩で、水彩といっても、もちろん水彩は水彩なんですけど、そこに、テーマがあり、そして独自のその世界観というものをそこで見せようとしている。それからキムさんも、写真とか映像なんですけども、この後お話していただきますけども、やっぱりその目指していく世界、あるいはそのテーマといったようなものがですね、独特なものがあります。先ほどのその韓国舞踊という、その身体表現ですね、そういったものと非常に深く関わっているというところから作品が出てきているというですね、そういうそれぞれ分野が違い、そしてその分野の中でも、その分野を超えた何か新しい表現とか、自分なりの独自性というものをしっかりと見出そうとしている、そういった姿を感じるわけですね。ということで、じゃあ今度はですね、ちょっとそれぞれのアーティストにご自分の作品について、特に今回出品している作品、なかなかポッと見て、意図がすぐ分かるかというとなかなか分かりかねる部分もあるかもしれません。何かを感じるんですけど、これどういうことなのかなと、非常にいろんな意味で、引っかかるというのがあると思うんですね。そういったものも含めて、ご自身の作品について今からまたお話していただきたいと思います。それでは今度は逆向きにですね、キム・サイさんからお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ですね、今回出展している作品はアマというシリーズの作品になります。で、私は写真で作品を制作しているっていうふうなお話を先ほどしたんですけれども、代表作というかずっとその制作を続けているシリーズで物語シリーズっていう、作品があるんですけれども、その作品はコリアンディアスパラの、在日コリアンが多分分かりやすいと思うんですけれどもとして、生まれ育った、日本での経験みたいなものをそのままダイレクトにそのドキュメンタリーのようにするのではなくって、その日本における自分が育った中で経験してきたことっていうものを一つのその偶話性を持たせた創作物語っていうふうに作り上げていって、その物語のシチュエーションをワンシーンごとに撮影していくっていう、手法で作品を作ってます。分かりやすく言うとその絵本を作っているような感じですね。絵本はその絵の中でお話っていうものを表現していくんですけど、それを写真で世界観を作り上げて撮影していくという感じで作ってるんですけど、この「アマ」っていうシリーズは今お話ししたようなその創作の世界観っていうものを作ってるんですけれども、一つこのシリーズの大きい点っていうのは映像作品が主体となってるんですね。で、一本のその本編の映像作品っていうものがあって、もちろんその写真と映像の決定的に大きな違いっていうのは、時間軸があることと最初と終わりっていうものがはっきり見えるっていうことになるんですけれど、今回その本編の方はちょっと出してはいなくて、その「アマ」っていう作品を作っていく中でいろんな要素がやっぱり映像っていうのは複合芸術だと思うので、そこで現れてきたものっていうものをインスタレーションの形で展示しているというふうになります。なのでその写真作品で展示しているものっていうものはそこに現れてくるキャラクターであったり、映像のその小さい要素などがあると思うんですけど、それもその映像の中に出てくるキーワードみたいなものをちょっとこういう形で展示させていただいてます。で、この「アマ」っていう作品なんですけど、これは2020年のちょうどその新型コロナウイルスがバーッと出始めた時に制作を始めたシリーズで、先ほどその制作の中で自己アイデンティティっていうものを割とその
根本的な自分の制作の根本においてものを作ってるっていう話をしたんですけれど、そのコロナがこうバーッと出てきた時に、まあ、ものすごくその世界中がすごくこう変化があったのは多分こう皆さんもニュースなどをこう見ながらご存知だと思うんですけれども、一番やっぱりその決定的にダイレクトに皆さんが感じたことっていうのは、私とあなたっていうものの考え方をすごく変えたっていうきっかけがあったと思うんですね。それはすごく分かりやすいもので言うと、例えば体液、唾みたいなものに、私の唾とあなたの唾っていうものに対して、あなたの唾、まあ、他人の唾っていうものとかにすごく嫌悪感を抱くようになったこと、あるいは恐怖を抱くようになったことっていうのは、まあ、すごく大きくって、まあ、自己と他者っていうものをすごく大きく意識せざるを得ないきっかけになったっていう出来事だったんですね。でこれまでその感染症でその人類史の中でこれまでまあ、コレラとかもですし、まあ、日本だとまあそのハンセン病みたいなものとかっていう風な形で、まあ、その病気がもたらしてきた社会の中の、まあ、変化というか、そういうものがすごく大きくって、で同時にその、今言ったその自分っていうものとその自分を取り巻く相手の関係性っていうのをすごく強制的に考えさせるを得ないっていう状況が多分皆さんの間にも起こったんじゃないかなと思うんですね。でその、このアマの作品っていうのは根本的にそういったものっていうものを、まあ、軸に据えて作ってるんですけど、まあ、その軸の中で作ったお話っていうものがあって、でまあ、そのなんていうのかな、まあ、そのお話の中に要素として出てくるものっていうものが、例えばその奥の写真にあるように、見た目が例えば私と違う人、例えばその身体的な欠損があるっていう部分であったりとか、あとその、まあ、映像本編の方では出てくるんですけれども、その、まあ、例えば病気になったことで、他者というか、まあ、集落の中で隔離させられてしまう出来事みたいなものとか、まあ、そういった要素を、かなり入れ込んだ作品になっています。でかつその、まあ、今言ったウイルスっていうものであったりとか、その海と陸っていう違う世界に暮らす人、違う、例えばコロナですごく分かりやすいので言うと、国が違う人っていうだけでもしかしたら金を持ってるからもう来るなみたいなのであったりとか、その、まあ、何をきっかけで人と人を隔てるのかっていうことですね。そういったことを、まあ、作品の中にすごく記号としてこう入れ込んでものを作っています。で、まあ、あとそのこの作品なんですけど、その、まあ、私もともとその作品作る時にその、まあ、撮影とか、まあ、ディレクションですね、ビジュアルイメージとかそういったものは全部やるんですけれど、まあ、もちろん写真も撮影はしてるんですけど、まあその衣装であったりとか、まあ、メイクとか、まあ、小道具制作みたいなものとかっていうのは全部その自分が信頼してるアーティストに、まあ、こういうものを作ってほしいっていうふうにこう、まあ、発注というか一緒に共同作業で作ってもらうっていうやり方をやっていて、今回のアマもその、まあ、歌手の方であったりダンサーの方であったりとか特殊メイクや映像作家の方々っていうのとこう作っています。でその中の歌手の方っていうのが鹿児島の出身であったりとか、あとその映像作家の方っていうのがちょうど本当に2020年に武田に移住してきた方っていうのもあって、こっちの方にその編集制作の際にすごくお世話になったりとか、あと撮影のロケですごく九州の方に来たりはしていたので、なんていうのかな、すごくお話を今回展覧会のお話をいただいた時に自分の中ですごいご縁をいただいたなっていう印象があって、はい、自分の中でちょっとなんていうのかな、この2020年から、まあ、今日に至るまでいろんなことを感じている作品になります。はい、こんな感じでありがとうございます。はい、ありがとうございます。キムさんの作品っていうのは今コロナ禍の中でですね、いろんなやっぱり、まあ、差別があったり、
本来人と人が出会いそして語り合い、肌と肌を触れ合う、こういった、普通にできたコミュニケーションというのが取れなくなった、そういった時代に非常になんて言いますか、本質的な問題をですね、突きつけた、それが、国であったり民族であったり、あるいは性差であったり、いろんなことがあると思うんですけども、欠損した身体的な問題とかですね、そういったものをですね、まさに作品としてダイレクトに我々にメッセージしてるなというふうに、非常に訴求力の強い作品だと思います。本当になかなか私も今日初めて拝見して、インパクトを受けて、またお話を聞いてですね、さらに考えさせられるものがありました。そういったことで、非常に興味深いアーティストだなというふうに感じております。ありがとうございます。はい、それでは次にですね、藤原さんにお願いしたいんですが、藤原さんは今回、水彩という、猫をモチーフにして描かれておりますけれども、作品は、向こう側の市民ギャラリーですね、の平面に描かれております。ではよろしくお願いします。今回は特に島猫ちゃんの絵を飾ってあります。で猫に会いに行く旅というのを始めてからすごく感じたのが、猫ちゃんというのはその土地そのものを表している、またそこに住む人そのものを表している、そんな風にびっくりするくらいそれを感じました。それで飼い猫ちゃんっていうのがその飼い主さんのエネルギーそのまんまのように、野良猫ちゃんっていうのは本当にその土地のエネルギーそのまんまであるというのを感じました。で、私は大分県を理解するのに猫ちゃんたちの目を通してあちこちの土地を訪れ、その土地や人、普通に旅行するのとは全然違う深いところから理解できるようになりました。それで猫を描いているんですけれども、私の絵は風景画でもあり、その土地に住む人物画でもあるというような考えでもって描いています。つながりとかつながっているっていうのをすごくいつも感じながら描いています。自然からは切り離せないというか、土地も人も猫も自然もみんなつながっていると、そんな思いを水彩画っていう画材はすごくその日の気温とか水を使って描くということもありますし、湿度とか自然にすごく影響を受ける画材なんですけれども、自然に影響を受ける画材でもって自然そのものを深いところから表したい、そんな思いで描いた作品を持ってきています。全部の絵には猫の影が描かれているんですけれども、その影の中に猫ちゃんたちが見ているであろう景色、
波であったり、そういう猫を取り囲む自然をぎゅっと凝縮して描いています。以上です。ありがとうございます。藤原さんの作品、小さな水彩画が多いんですけども、非常に色彩も綺麗なんですけど、今言われたように影ですね。影がすごく印象的で、その影の中に、波があったり、いろんな自然が含まれているというようなご本人のお話もありましたので、非常に何かこう感じるものがありますね。でやはり我々はどうしても人間という視点で、ものを見ていると。で人間の視点っていうのは何かっていうと、経済の視点であったりですね、あるいは人間としての社会の視点であったり、いろんな、人間でもいろんな視点があるんですけど、そこをこの猫というものを、媒体にしてですね、その猫を通して、いろんな自然を見ていく、あるいは、景色を見ていくという、そういうことは非常に面白いなというふうに思います。で猫のその距離の取り方っていうのはですね、私うちにも猫が3匹さっきいるって言いましたけども、人間との独特なその距離のベタっと寄ってこないんですね、意外とね。でかといって、ちょっと寄り添ってはいると。で自分が用がある時だけ寄ってくると、餌がいるとかですね。であとはもう知らんぷりしてて、全くこう帰ってきても見向きもしないと。それからこっちが何か落ち込んでても普通に慰めたりしない。だけど存在があるだけで非常に癒されるという、そういう非常に不思議な存在、不思議な距離感みたいな。でそういったもの、それがまた野良猫というものであるとまた独特な、距離感があると思いますし、そういったものを藤原さんがしっかりと観察しながら、そしてその世界に、入っていきながら、またそこを通してまた、景色とか環境みたいなものを捉えていくという、そういう非常に、面白い、考えさせられる作品というふうに感じております。はい、それでは次に、小野めぐみさん、よろしくお願いします。今回の作品は、武田での2回目の展示になるんですけれども、自己紹介の意味を込めて、一番最近の作品から2018年ぐらいまでの作品をいろいろなものを展示させていただいています。それぞれにテーマだったり伝えたいことっていうのが別で違うので、何点か紹介させていただくと、例えばそこの入ってすぐの上から吊るしている作品は、まるでそれはまるで祈りにも似たっていう作品なんですけど、私にとっての祈りっていうのは何かなっていうのを考えていて、何かその手を合わせたりとか、お線香をかけるとか、形としては知っているけれど、それがいまいちしっくりこないっていう体験があって、じゃあ自分は作家として制作をしているから、自分の形でその祈りを表現することができないかっていう思いで、制作したものです。一つずつ縫ったり手作業の作品が多いので、その行為自体にもやはり祈りっていう意味を込めていたりします。今まで形を作ることに興味があったんですが、そこからその作業自体の過程に意味を持たせたりっていう方向に少しずつ変わってきている気がします。次、こっちの
ちは何も解決されていなかったりとか進んでいないように見えるんですけど、ものとしてその刺繍がどんどん増えていくっていう状況にやはり安堵感を覚えたりとかする出来事があったので、その時間の蓄積みたいなものだけを形として石のような何の形かわからないようなもので表したりしました。その頃から、時間の蓄積っていうものがやはり心の中で大きくなっていって、で最新の作品が、壁にかけてある平面の作品と小さな焼き物の作品になるんですが、それは、今住んでいるところの近くに江戸川が流れていて、で江戸川に散歩によく行くんですけど、そこで実際に土を採取して、その土を、焼き物にしたものと、その土で糸と布を染めて、これまでのような時間の蓄積が分かるような平面の作品を制作しました。時間について考えていたときに、ふとその土っていうものそのものが砂と土の違いはやはり、そこに有機物があるかどうかで、そこには生物が循環していく流れがあって、土自体にやはり時間の蓄積っていうものを感じることができるので、すごく土には今魅力を感じていて、これからもちょっと土を使った作品をいろいろな形で、作っていけたらなと思っています。以上です。はい、ありがとうございます。やっぱり小野さんの作品っていうのはご自身がその何て言いますか、無駄な行為といいますか、とにかくその普通でしたら、何か造形していく、何かこうものを作っていく、何かゴールを目指して、何か完成させていこう、そういう制作というのが、あるわけなんですが、小野さんの場合はとにかくそのプロセスですね、作業自体のそのプロセスに意味を持たせていく、そしてその時間がこう蓄積され、そして、そこで、何かがこうできていく、そういう行為というものをですね、非常にこう重視して、そしてそれでありながら作品としてもですね、やはり造形としても非常に面白いし、私はその中でのその完成度といいますか、そういったものも認められる、これは、独特の才能だと思います。ですから、何か時間、ものをですね作ってこういう形にしていこうという、普通イマジネーションでもって造形ってなるんですけど、そことは違った、時間軸の中でものを作りながら、そしてそれが自分の中で何かどっかでこう醸成されて、作品になっていくというようなことだと思うんですね。有機物、土なんかを使った新しい作品というのも今回見られるというのは非常に、面白いところだと思います。はい。それでは次に、森さんお願いします。僕の作品について説明させていただきます。まず、大きく分けて2つあるんですけど、そのうちの1つが今目の前に見えているこの、天井まで届きそうな作品で、タイトルが光の道筋という作品になります。で、この作品に関しては僕以外の人の手も加わっていて、実は昨日ワークショップで祈りの実というカプセルの中に願い事を込めてもらって、それが種で、その周りに肉付けをしてもらって、オリジナルの願い事が叶う木の実っていうのを、作ってもらいました。でそれを僕が作っている作品の、太陽をイメージしているシルエットに、ぶら下げて、日の光を浴びながらみんなの願いが
育っていくっていうそういう作品になります。で鑑賞者はそれを下から見上げることで、希望の光を眺めるっていう、はい、そういう作品になります。で、それ以外の作品は、ホワイトキューブの作品空間と、あとこの中の暗室の空間の両方に作品を展示させてもらってるんですけど、基本的には、鉄とステンレスの素材を使った、教会、ボーダーの教会ですね。教会っていうテーマのシリーズの作品群になります。で、暗い方のやつの、というか両方かな。基本的にその教会っていうテーマっていうのは僕が大学の頃に出会った、テーマで今もずっと作り続けてるんですけど、それを鉄ステンレスで作り出したのが多分 3.11 ぐらいの時期だったと思うんですけど、その頃ちょうど僕はその大学も出た後に、それでもやっぱり技術的な部分で金属加工だったり大学では学べなかった部分を学びたくて鉄工所に通ってでアルバイトをさせてもらって職人の技術を学ぶっていう作業をちょっとさせてもらったんですけど、その時に材料の端材とかをストックしてあるところに置かれている材料を見てた時に、鉄は材料をただ保管しているとなかなか使われないとだんだん錆びていくんですけど、ステンレスの方は名前の通り錆びにくい素材なので変化が少なくて、でその対比を見てると、僕がやろうとしているテーマにこの素材は使えるなと思ってその鉄とステンレスを使って作品を作り始めました。で具体的にどういうことを表現しているのかというと、鉄っていうのはその錆びながら時の記憶を刻んでいく、歴史を刻んでいく変化がある素材で、過去の蓄積を表している作品で、ステンレスの部分はほとんどの作品表面に磨き上げてるんですよ。そこの部分っていうのは、今現在を常に映し出している状態、明日になっても明後日になってもそれこそ1年後とかでもその時の今を映し出している。でこれから先の未来もどんどん映し出している。その過去現在未来の、境界線を表している作品で、僕がその境界っていうテーマを扱うきっかけっていうのが、自分の現実と他者の現実の境界線っていうのがきっかけだったんですよね。例えばその 3.11 の時も、東北の方ですごい津波が起こって大変な状況が起きている。それを僕はとても安全な九州からメディアを通して見ているっていう、その状態、全く同じ時間軸で全く別のことが同時に起こっているっていう、その同じ時間に住んでいるのに現実世界が違うっていうのが、そこの心の境界線って何なんだろうなって思った時に、今現在リアルで感じていることっていうのは、例えば戦争が起こっているその場所にいる人の気持ちと、それを知って感じる気持ちっていうのは明らかに違うはずだけど、これから先どこかで線が結びついて同じ感情になりうるかもしれない。その時交わった時にはどちらも平和な状態で同じものを見れていればいいなと思って、ちょっと明るい未来を見れるような作品にしたいなと思ってこういう作品を作っています。なのでステンレスの表面っていうのは、常に今現在が映し出されるんだけど、できればこれから先映し出される未来っていうのが明るいものであってほしいっていう願いも込めて、ああいう形状になってます。でその中でちょっと石ころみたいなゴツゴツした作品があるんですけど、その作品に関しては、2年前に天ヶ瀬
大分県日田市の天ヶ瀬の、洪水が夏に起こったんですけど、その時に新天ヶ瀬橋っていうのが流されてしまって、でその橋のかけらを作って、ああいう石ころの作品を作っています。で橋がかかってた時にはその石ころっていうのは橋は旅をすることができなかったんだけど、それが僕の石ころの作品になったことで、そこから動いていろんなところに流れ着いて、作品として見てもらうことができて、その土地の記憶とかその時起こったこととかを、伝えることができる存在になっていて、それだけじゃなくて、できれば、僕のその業界のコンセプトと一緒で、流れ着いた先のなんか幸せをこう映し出す存在として、どこかに、鎮座してほしいなと思うし、ゆくゆくは流れ着いた先で天ヶ瀬の温泉の湧いたきっかけっていうのも石ころが流れ着いて、その石ころが湯仏様として今祭り上げられてるんですけど、そういう感じでちょっと芯が入って、その土地の安全をこう願うような存在になってくれればいいなというふうに思っています。はい、森さんの場合、鉄を主体に使って鉄筋土ですね。で、技術的な面というものをこう習得しながら、単なる技術だけじゃなくて、そこに、彫刻家としての社会との向き合い方、世界観というものを込めていると、それが教会ボーダーという、自分と他者であったり、あるいはその場所であったり、というようなこと、そしてまた災害ですね、災害というのは今頻繁に起こってますけど、そこにもその自分がその場で、関わることによって、新たな物語というものをこう調整していこう、そういった姿勢というのが非常に顕著に見られるんですね。なかなかアーティストっていうのはこうテーマが見つけづらいんですけどね、しっかりとその自分のテーマを彫刻の中で見出していく、そういったスタンスというのは非常に素晴らしいなというふうに感じました。はい、それでは次前田さん。はい、私の作っている作品は、シルクオーガンジーという薄い生地なんですが、それを大体3層ほど染めたものを3層ほど合わせている作品になります。で、3層4層にするとちょっと一番奥の方が見えにくくなるもので、それで大体3層にしてるんですが、で、あちらの向こうの部屋に置いてる立方体のような感じの作品を置いてるんですけど、そっちの本当は作ってる時は壁掛け用として、45センチ45センチ角の壁掛け用の作品として作ってたんですが、こういう場所に来た時にそこに壁にかけるよりもこういう空間があるのでしたら、ちょっと床置き一体にした方が面白いんじゃないかなと思って、下に土台をつけて立方体のような形でその空間を作るような作品にしました。基本的に主に使うのが線描と表現的なグラデーションをよく使うんですが、多分これは私の性格から来てるんだと思うんですけど、結構マイペース、のんびりしたゆっくりした変化っていうのが好きなんですよね。で、生きていく上でもゆっくり生きていきたいかなっていうぐらいのんびり、ぼちぼち生きていけたらいいかなというぐらいの感覚で過ごしているもので、そういったことでゆっくりした変化、そういうのが好きっていうのもあって、それで多分グラデーション的な表現が好きで、それを多用している部分もあると思うんですけど、そういった感じでなんですかね、柔らかい優しい色合いを使いながら、それを用いて、染めのつけるっていうのも染めの一つの技法ではあります、特色ではありますので、その辺を使っていろんな空間的なデザインを進めていけたらいいかなというふうな感じで制作を進めています。そんなところです。ありがとうございました。
前田さん、本当に染色という技術を駆使しながら、シルクにですね、3層でこう染色していく。そしてそれがレイヤーというんですか、重なりとなって非常にこう深みを感じる。そして、その見せ方がですね、非常に、やはりこう造形的にも優れているし、そして、そのテクスチャー、素材とかですね、そういったもの随分あるいは空間を生かした中で、その作品をこう現代的なものとして、定義しているというのが特徴だと思います。で、そういった意味でいろんな、単なる、装飾ということだけじゃなくてですね、やっぱり空間の中で、いろんなその存在とか体験を可能にしていくような、そういったものを作品の中で展開する力というのはね、非常に顕著だなというふうに思います。で、作品としてこう染色というと工芸になるわけなんですけども、今回、工芸、もちろん工芸的な要素はあるんですが、非常に彫刻的な要素とか、あるいはそのアート的な要素というか、そういったものを、この会場の中でうまく出しているなというふうに感じております。展開力があるアーティストだなというふうに思っております。はい、それではお待たせしました、中富さん、よろしく。そうですね、自分の作品が7点ありまして、一番多くのが、2006年ですか、だから15年ぐらい前に作ってた作品で、当時はですね、自分は工芸が好きで、人間国宝に憧れてこの世界に入ってきたので、自分も人間国宝になりたくてですね、で、竹工芸で人間国宝って日本で2人しかいないんですよね、2人しか枠がないんですよ。でその日本工芸会っていう組織がありましてですね、でそこに日本伝統工芸展という公募展があるんですけど、そこに出し続けないと人間国宝になれないんですね。これはあんまりよく知られてないんですけど、そういう決められたその制度がありまして、で自分もそこに最初の頃は7年ぐらいですかね、一生懸命出し続けてたんですけど、立て続けに落ちてたんですよね。で、その頃の作品なんですけど、それはそれで評価してくださる方もいてですね、よかったんですけど、研究会とかに行って、ずらっと前に、竹の場合は木竹部会って言いまして、木工と竹工芸の人間国宝がずらっと並ぶんですよ。で、自分が落ちた作品なんか持っていって好評をいただくんですけど、ボロクソに言われるんですね。もう本当に散々でも毎回なんかもう落ち込んで帰ってくるんですね、東京から。でなんか自分にはこういうところは向いてないなと思ってですね、でもう7年ぐらいでもうやめました。でそれ以降の作品が残りの作品になるんですけど、やっぱりその工芸の中にいると素材とか用の美とかですね、やっぱりいろんなしがらみというか、考え方がやっぱ人それぞれあるんですけど、ありまして、息苦しいんですよね。なんかこうしなきゃいけないみたいな、なんかそういうのがすごく息苦しくてですね、竹っていうのは同じ素材を使ってても、あからさまに竹の素材を前面に出さなくてもですね、もう竹を使ってるんですから、自然ににじみ出てくるわけですからね。だからもうそういうのでも、逆のアプローチで竹らしくないけど自然に竹がにじみ出てくるっていうアプローチで自分は作品作ってるんですけど、今はもう好き勝手にやってるっていう感じですけど、はい。でも年取ったらもしかしたら考え方がすごく保守的になって、また伝統工芸展とか戻っていくかもしれないんですけどね、それはちょっと先のことは誰にも分かりません。はい、ありがとうございます。先ほど僕は、その分野にいながらちょっと分野をはみ出したようなっていう話をさっきさせていただいたんですけど、やっぱり中富さんもそういう過去があって、
そしてその中で、しっかりと自分の道を歩んでいるなという気がいたします。大分市美術館の、ショーの詳細、これはね、最初の竹芸の無形文化財、人間国宝ということで、素晴らしい作品ありますけども、やはり大変な世界でもありますし、またショーンさんの場合もそういうだけの因習的伝統的なものをやっぱり乗り越えていったわけなんですが、やはり大変な世界ですね。特に、いろんな工芸の世界でも力関係もありますし、竹そのものと他の部門との、ね、関係もあると、それよりご自身で、やっぱりちょっとこれ違うなというような判断をされたということを、非常に面白い興味深いお話をお聞きすることができましたけども、やはり我々が見ても非常に伝統的な技術をしっかりと身につけていながらも、何かそこにとどまらない新しさ、そういったものを挑戦している、そういった姿が、感じることができます。非常にバリエーションも豊かな作品ですね。ありがとうございます。はい、ということで、今二回りしたんですけど、だんだん時間がね、少なくなる。最後にちょっと、一言ずつですね、もうあまり時間は取らなくていいと思うんですが、今回、こういった「I am here」という竹田という場所でですね、展示をして発表したわけなんですけど、そういった、竹田という場所、そしてそこで発表する意味、そしてご自身との、関係といいますか、自分自身にとってどういったそれが意義があるのか、あるいはどういった可能性があるのかということについて、一言ずつお聞きしたいと思います。ではキムさんから。すみません、私だけが多分その九州というかこちらの方に住んでない人間になるんですけれども、ですね、ちょっと先ほどお話ししたみたいに制作で一緒にしてくれてる方が、こちらにちょっと移住をして、でそれでちょっと竹田の方にちょっと何度か去年一昨年足を運ばせていただいてるんですけれど、すごく思ったのはやっぱりその環境ですね。その日々生活する中の環境がすごくいいなっていうのは思いました。もう本当にこっちに来ていつも感動するのは食事と空気と、温泉ですね。それが本当に恵まれていて、本当に身体の面でリフレッシュできるっていうことはすごく大きいなと思ってます。で、私は今京都で活動はしてるんですけれど、やっぱりそのアーティストですね。アーティストがその活動していくことについてやっぱり最近すごく考えるっていうのがあって、その大学卒業してから制作をしていくっていうふうに、社会に出た時に考えた時にやっぱりいろんな面でなんていうのかな、普通の暮らしというか、そういうものを守っていくことがかなり厳しい職業っていうのかな、アーティストっていうかものを作っていくっていうのはそういうのがあって、で、それこそ日々食べるものであったりとか、自分の体をいたわることっていうことがやっぱりなかなかしにくい状況に常に自分をしているので、なのでやっぱりこっちに移住してきて、制作をしている方であったりとか、私もこちらに来て滞在してものを作っていく中で、やっぱり自分自身の中でいろいろ浄化っていう言葉がいいのかちょっと分かんないんですけど、やっぱりある意味ゼロに戻してくれる身体的な面で、身体と精神っていうのはやっぱすごく密につながってると思うので、自分自身の中を一度そういうふうに整えてくれる環境っていうのは本当に素晴らしいなと思ってます。で、あとここのエリアの特徴だと思うんですけれど、キリシタンの歴史があることであったりとか、九州ってやっぱりすごく貿易とかそういった歴史もすごく古いエリアなので、自分自身の中ですごく町のつくりや、残っているもの一つ一つっていうもの
あとその自然ですね、こちらの、地理というか山が近いこととかも含めてすごく面白いエリアだなと思っているので、すごく私にとってはいろんなものを得ることができるエリアで、なんかこちらでその活動しているアーティストの方々っていうのはやっぱその自分自身の地に足をつけた活動がすごくできるんじゃないかなという印象を持っています。はい、はい、ありがとうございました。じゃあ次に藤原さんなんで、藤原さんと小野さんは今度また新たに、活動という形でジャパンギャラリーのアーティストとして活動するわけですけど、そのあたりも含めて今回参加してみてどうだったのか、あるいはその辺の可能性とか自分自身のこれからのことなどについてお聞かせいただきたいと思います。武田は私本当に大好きなんですけれども、しょっちゅう、大分市在住ですがしょっちゅう本当に訪れていて、湧水を汲みに来ては武田のお水を日常的に飲み、お野菜を買いに行けば武田さんのものを買い、本当に武田が大好きで、そんな大好きな武田でこうやって武田の皆様に自分の作品を見ていただける機会が与えていただけたこと、本当に今回感謝しております。それで自然と人、それから貴重な歴史と今いろんなものがちゃんとこうつながっている素晴らしい街だというふうに考えております。何でもそうなんですけれども、大切なのはつながりをちゃんと認識しながら生きることだと思っていまして、人と人、あなたと私は同じものである。土地でも動物でも何でもそうですが、別々のものだと分離して捉えたときに争い事とかも生まれると思っています。いろんなものがこう自然と昔と今とかもちゃんとこうつながりを大切にしているこの武田の町で、自分自身こうつながりをテーマとして捉えた作品をこれから発表していけること、とても嬉しく思っています。今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは小野さん、いかがでしょうか。私は大分県の大分市出身なんですけど、やはり武田ともまた違うなという印象があって、森さんの始められたヒバルのプロジェクトの一環としてカフェギャラリーがあるんですけど、そこのお手伝いとして月に1回武田に通うっていう日々を過ごしていて、関東から帰ってくるとその道中自然の木々の色が違うことに1ヶ月に1回気づくっていう暮らしをしていて、やはりその関東に行ってみて自然を欲してるんだなっていうのを実感しましたし、いずれはそういう場所で制作をしていきたいっていう気持ちも強くて、そういう面でもやはり武田の水もあり山もありっていう環境はすごく素晴らしいな、憧れるなと思っています。またここにそのキリシタンの歴史を展示しているみたいに、やはり祈りっていうことだったりとか信仰っていうものにもすごく
く関心を持っているので、そういうもののリサーチだったりとかも今後行っていきたいなと思っていますし、竹田の独特の何ですかね、キリシタンの歴史があるなと思っていて、長崎とかの資料館を見た時の印象と竹田での資料館の印象がなんでこんなに違うんだろうかっていうのはまだ疑問の段階で持っているので、そこが何でなのかを個人的にはちょっと気になる点であるので、時間をかけて自分なりの答えが見つけていけたらなと思います。展示もこれからも竹田でさせていきたいと思うので、これからも作品見ていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ゲストとそれから大分在住の2人でまたスタンスは違うんですけど、やはり竹田の持っている、環境、空気、食事、いろんなもの、それからキリシタン文化といったようなですね、そういった、特殊な竹田の持っている特性といいますか、そういったようなものに、非常にそれぞれが感じているということが伝わってきました。それではあと3人は竹田現在在住の3人ですが、その今後のことも含めて、お話を聞かせてください。では森さんから。僕はもうたったに6年前から住んでいて、すごくいい場所だなって思う理由の一つに、水と、米野菜、食の部分だなって思っていて、やっぱり作家活動をしていく上で去年アイアンピア展の会期中にヘイリニアになって動けなくなった時があるんですけど、体が資本なので、そういう意味ではその体を作るための水とか食事の米とか野菜とかそういったものがとても健康で美味しいものであるっていうのがとても重要で、しっかり今は体も治して、今年は体を痛めることもなく、ちゃんと展示することができましたし、日々の生活の中でも僕が、30代に入った頃、少しアレルギーが出始めて、ひっかいたりしたやつが水割れみたいにちょっと膨れ上がって、それがなかなか効かないってこともあったんですけど、それも竹田に来てから3日に1回薬を飲んでたのが1週間に1回になって、で我慢し続けてたら1ヶ月に1回ぐらいになって、今はもう3年前ぐらいから全く薬を飲まずに生活することもできるようになってますし、そういった意味でもすごく生きていく上で素晴らしい場所なんだなっていうことがよくわかります。なので、今僕がねオープンさせているカフェギャラリーのところの提供させてもらってるドリンク類とかも調理に使うものとかも流水を使わせてもらっていて、皆様にも美味しいものを提供するように心がけています。これからやっていきたいことは、せっかく、僕熊本出身で大分県の竹田在住で、ちょうど熊本と大分の県境ぐらいのところにいて、拠点もそこに構えているし、九州の中で言ったらへそみたいなところでもあるので、竹田に住んでるんですけど、大分県外の、いろんな地域ともつなげていけるような取り組みを、これからしていければいいかなと思ってます。あとこのジャパンギャラリーのアイアムヒア展に関しては、竹田発で新たに大分県の人たちが加わり、今回ゲストも入ってきてるんですけど、発表こうやってメディアウェブ上のギャラリーなんですよね、ジャパンギャラリーっていうのは。で、実際にお披露目をこうやってしている場所が竹田っていうことなんですけど、この竹田発のこの取り組みが他の県で発表された時にはどういうふうに見られるのかなって
っていうのにもすごい興味があります。はい、以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして、前田さん。まずこの自然の環境で、先ほども言いましたけど、自分のんびり過ごすのが好きなもので、そういったことをさせてもらっている環境っていうのはすごくありがたいです。私自身が先ほど言いましたように廃校になった学校には住んでるんですが、朝起きるとたまにクロックスとか草履とかが片っぽだけないなっていう時結構あるんですよね。でそれはどこに行ってるのかなって常々思ってたんですけど、向かいに体育館があるんですけど、体育館の下って格子状になってますよね。そこに1個引っかかってたんですよ。そこに運んでる途中に引っかかってでそこに止まってるのですから、体育館の下に多分クロックスや草履が大量に入ってるんだとは思うんですが、ただ何が持っていったかまではよく分からずじまいだったんですけど、この間夜中外でタバコ吸ってたら、その体育館の下の中からアナグマの親子がのそっと出てきて、こっちに気づかずテクテク歩いていってて、逆にこっちはびっくりしたんですけど、物体が出てきたから、そういう環境ですね。例えば朝起きたら皆さんの方でしょうけど、周りの土が侵されてイノシシ来たんだなっていうのが分かりますし、ちょっとそこら辺で小動物の糞が結構落ちてますね、多分天下イタチかなんかだろうとか、そういう環境ですね。だからそういうふうなところに自分がいてるんだなって思いますし、夜中でしたら鹿の鳴き声よく聞こえますし、そういったところに自分も身を投じて、自然の中にいるような感覚それで、何か、すみません、畑とか持ってる方はイノシシの害とかたくさんあるでしょうけど、我々はそんなにないので、何かいるんだな、生き物がいるんだな、そういうふうに感じて、その中にいるっていう感覚なもので、そういった何ですかね、そののんびりとしたとか自然に囲まれたというか、そういう環境で制作できることのありがたみを日々感じながら、またその感覚を作品に移せたらいいかなというふうに制作続けております。今後もまたこういう感覚の中で、その中で多分いろんななんでしょうね、感性とかそういうのをこれからも自分的に養われていくものだと思いますので、そういうふうなのをまた今後の作品に生かしながら制作の方をまた続けていきたいと思います。はい、ありがとうございました。最後に、中谷さん。自分は竹工芸の、竹田っていうことで、竹がたくさんあるっていうのもありますし、竹工芸してるの竹田ってでするっていうのは分かりやすいっていうのです。時々竹富さんって言われるんですけど、中富と竹田がごっちゃになってちょっとおかしいなって別にあるんですけど、分かりやすさっていうのがあって、いいですよね。あとは田野村筑前とか、田近畜村とかですね、京都にもかなり行ってますし、田野村直入さんもですね、京都に行ってますし、もともと中川校が大阪の人なので、自分は大阪ですけど、なんとなく関西風な感じもちょっと文化的な雰囲気があってですね、自分はすごくスッと入っていけたなっていう感じはありますね。あとはサリさんと少し立ち話してたんですけど、武田はやっぱ時間の流れが田舎ですからゆっくりしてますよね。それを制作する上ではすごくよくって、ただ田舎すぎ、僕は湘南に前住んでたんですけど、湘南になるとすごく田舎すぎてですね、創作する気が起きなかったんですけど、武田は、もうちょっと都市なんで、人口2万ですけど、なんとなく制作する気が起きるといいますか、制作土地の力ですかね、そういうのは感じますね。ありがとうございます。それぞれに今武田の印象、そしてそこで、制作発表することについての意義、あるいはその特色等についてお話をいただきました。でせっかくですので少し時間ございますので、フロアの皆さんで、今日お話をお聞きになって、ちょっとこういうところを聞いてみたいなとか、あるいは自分のご意見感想でも結構です。何かございましたら受けたまりたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、はい、どうぞ。
文豪の市三重町から来ました野尻と申します。小野めぐみさんにお尋ねしたいんですけど、作品見たときに正気の沙汰ではない、なんかそういうごめんなさい変な意味じゃなくってたんですけど、例えば大きな干ばつに向かわれてこうチク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 塗ったり絞ったりされてる時のその雰囲気、なんか好きな BGM を聴きながら作品を制作されるのかな、それとももうなんていうか一心不乱にっていう、なんかどんな状態で作品ができたのかなっていうのを今日感じました。教えてください。そうですね、やはり長い時間がかかるので、私の中でもいろいろなモードがありまして、なんかこう考え事をしながら縫っている時だったり、本当に頭を働かせずにただただこう縫っている時もあれば、割とポップな音楽をかけていたりとかする時もあるので、なんかそれ自体いろんなモードをなんですけど、やってることは一緒っていうのはなんかあって、ちょっとそれが出ちゃう時があるというか、縫い目に現れる感じがなんとなくあったりするので、でもいろんな気持ちで、モードで向き合ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なかなか興味深い質問で、私も今ね伺ったようなことで、だけどいろいろなモードがあるということで、それはそれでまた作品にいろんな現れ方がするのかなという気もいたしました。他に何かございませんか。よろしいですか。はい、どうぞ。私、今日佐伯市から来ました。佐伯市から来ました。平と申します。まだ皆さんの作品をじっくり全部見れてなくて、さらっと見た感じなんですけど、先ほど藤原さんのお話を伺って、島に猫を見に行くっておっしゃって、最近だと深島が深島にじゃあその島っていうのは深島島と元島です、今のところ。あとですね、姫島とか、私はちょっと参加できなかったけど、大島、最近の大島とか、そういうところにも渡ることはありますが、一番しょっちゅう行くのが深島、次いで元島です。そうなんです。私も一度行ってみたいと思って未だに行けてないので。そうですか。じゃあ深島を頭に置いて作品を拝見したい。ぜひぜひ、ありがとうございます。元島となんか違いみたいな感じ。一応壁、こちら側が元島にゃんこちゃんで、こっち側とあと正面が深島にゃんこです。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もうよろしいですかね。大体時間になったようでありますが、よろしいですか。1時間半にわたってですね、6名のアーティスト、作品とか、いろんな考え方、背景、語っていただきました。で、本当に最初に言いましたように、素晴らしいギャラリー、美術館とかですね、そして素晴らしい空間の中で、また作品を見事な展示空間っていうのを創出されているなというふうに思った次第です。で、このジャパンギャラリーの活動、これはもう本当に地域にありながら、全国に発信していくと、そういう大胆な試み、名前がジャパンですからね非常に志も高いんですけども、そして、ローカルな場所にありながら、グローバルな視点で、
展開をしている。そしてまたそこに、在籍所属しているアーティストが、単に武田出身というだけで武田出身の方はいらっしゃらないんですけども、その武田に在住している、これが重要ですね。で在住していなくてもまたそこからいろんな形でつながっていくという、そういう試みといいますか、なかなか他では見ることができない、活動のあり方かなというふうに感じます。で、私自身は割と武田によく来るんですね。いろんな機会、コネクトプラスの、ギャラリーが基盤の方にできまして、そちらの方にも、伺いますし、いろんな形で武田に割と大分今在住なんですけど、大分以外で、別府は近いんでさすがによく行きますけど、それ以外でしたら結構武田来てるなというような気がします。そしてまたさっきどなたかおっしゃってました、田舎のようにあってちょっと都会的な、雰囲気もありますし、そしてまた歴史、文化、芸術といったようなものがそこにしっかりと根付いて、田野村地区で、直入、そういったような武田発のすごい絵描き、絵師もいたわけですし、そしてまた、岡藩という、九州大分の中でも非常に大きな存在であった、そういった歴史もあるわけですね。そういうところで、こういった活動がですね、伝統的な歴史的なものの中で新しさ、そういったものをまたどんどん発揮してですね、今後とも発展していく、そして素晴らしい活動が展開されていくということを私も本当に期待をしているところであります。で、今日は本当皆さん、お忙しい日曜日、ちょうど3連休の中日、お出かけいただきまして、また1時間半ものシンポジウムが長いですよね。参加していただきまして本当にありがとうございます。今後ともこの活動を見守っていきたいと思いますし、また、そちらにいらっしゃる山崎直美さんのこのジャパンギャラリー、主催されていますけれども、こういった形で、次々とまた新たな活動をされていることを心から歓迎、また拍手を送りながら、この会を閉じたいというふうに思います。今日は長時間大変皆さんありがとうございました。以上で終わりたいと思います。